このシステム連携組み立てずにそれらの IT ツールを入れなかったのか。ぜひこれはなんか使ってみてほしい機能の一つですね。その時多分ノーション第一選択になるんじゃないですかね。いやもう確実ですよね。連携しやすいのとしにくいのっていうのは正直あります。こんにちは、システム組み立てチャンネルの大滝と三角です。今日はゲストに柳生さんを召喚して、しかもセンターによろしくお願いします。ガンガン回してもらおうと思って。センターでちょっと今ドキドキしてますけどね。よろしくお願いします。お願いします。今日のテーマは2026年のシステム連携組み立て図、こちらをアップデートしたものの、よーく見るとね、いろんな IT ツールが落ちてますと、入れてないですと、例えばアカウントエンゲージメントパードットをやめてハブスポットにしたりとか、クイップをやめてノーションにしたりとか、アンプトークがなくなって TLDV かな、いろんな IT ツールを取捨選択をしているので、共通言語としてネガティブキャンペーンをしようってことではなく、なんで今回フライクはこのシステム連携組み立てずにそれらの IT ツールを入れなかったのかっていうところをしっかり思想の部分をお伝えしていこうかなっていうふうに思っているので、僕今日喋り手になりたいんです、めっちゃ喋りたいからこっちの立ち位置なんで、この後はもう柳生大先生にハンドリングをバッサバサしてもらおうと思ってるので、じゃあ早速いろいろ聞かせてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、早速なんですけど、これ要は昨年とかその前からアップデートして2026年度版にしたってことだと思うんですけど、具体的にまずなんかそこのなんていうんですかね、いろいろアップデートしようと思ったきっかけとか思想の部分、思考の部分、なんかそこの方が大事かなと思ってるんですけど、その辺どうですかね。まず、連携しやすいのとしにくいのっていうのは正直あります。例えばアカウントエンゲージメントパードットでいうと、セールスフォースのファミリー商品だから連携しやすいと思ってませんでした？思ってました。ってことは違うんですか？結局違うデータベースだし、連携もしづらかったですよね。であればもう持ち家持ち家で MA ツールでやりやすいというか、その UI、UX がいいハブスポットの方がいいよねっていうことで、ハブスポットにしたりとか、あとはクイップも残念ながらこの動画を撮る前々日かな、クイップが正式にあれ正式なんですかね。2027年の3月かちょっといつか忘れましたけど、更新しません。なるほど。ただ追加の新規のライセンスも受け付けませんみたいなのが、セールソーさんからのメールでも来たんですけど、そもそもツールが終わっちゃうっていうのもありましたし、柳生さんがもともと関与があったアンプトークもね、まさかのやめるんですね。すいません。でアンプトークはセールスイネーブルメントっていう、そのセールスを強くするみたいなところがメッセージ性として強いんですけど、我々セールスがないので、想定される使い方をしていなかったっていうのもあって、より精度の高い文字起こしをしてくれる TLDV の方に移っちゃおうっていうところかな。他何かあります？やめたので言うとそれだけですかね。やめようとしてたツールは？やめようとしてたツールはとかなんかいろいろ言ってるんですよ。じゃなくて33ですね。33も実はやめようとして、三角さんもね含めていろいろ検討してもらってましたよね。そうですね。もう本当にやめようっていうところまで一旦行きましたよね。なるほど。スマートビスカも使ってるし、33も同じだし、33データハブの情報も間違いが多すぎて、なるほどなるほど。なのでちょっとやめようかなって思ったんですけど、とどまっちゃいました。とどまる。使う部分に関して言うと便利な機能もたくさんあると思うんで、ちょっと今日は今名前の挙がったツールが具体的にどういうふうな思考で、もちろんメリデメもあるし、最終的にどうしようかなっていうふうにちょっと思った背景のところをぜひ聞きたいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。ただこれちょっと私の持論なんですけど、多分何かツールをやめるとかっていうのも多分自分たちの業務にフィットしているかどうかとか、あとはそのデータがある意味十分なものか満足できるものなのかっていうところもあれば、さっきのクイップのようにもうちょっと終わりが見えてしまったので、ある意味仕方なくとか、そろそろ変えなきゃいけないっていうところは、これ多分動画見てる皆さん必ず共感するポイントだと思うんで、ちょっとこのユースケースとか思考の部分がすごく重要な部分かなと思うので、ぜひぜひいろいろと聞いていきたいなと思います。で早速なんですが、最初に上がったアカウントエンゲージメントのところ、ちょっとデータ連携がいまいちうまくできなかったとか、それぞれのデータベースが独立分断していたみたいなところがあるんですけど、じゃあそこのところに対してハブスポットでいいな、
ハブスポットをこう考えた理由とか、ちょっとその辺お二人にお聞きしてもいいですか？そうですね、長くなりそうだな。そうですね。まず選択肢として悟りとかマルケトとかたくさんあるものの、まず選べなかったのはマルケトですね。まず高い。高いですね。じゃあ金額がまず要素としてあったっていうのがまず一つ目あった。でハブスポットはなんでハブスポットだったんだろでもやっぱり UI がいいっていうのと、その使い勝手っていう面ではまず評判ベースだとすごくやっぱりもうポピュラーにはなってきてますよね。もともとハブスポットを使っている時に不平不満はなかったんですよ。ただセールスフォースの中のファミリー商品っていうことでそのデータベースが同じになるだろうっていう過程だったんです。で2023年にそのサンフランシスコのイベントに行ったんですけど、そこまではハブスポットを使ってたんですけど帰国後に変えたんですよ。なるほど。アカウントエンゲージメントに3年前2年前とかですね。でその時の思想としてはその AI がまだそんなに主流じゃなかったタイミングで、アカウントエンゲージメントのコンタクトのデータ何でしたっけ？プロスペクトですね。プロスペクトね。言えなくなってる。これがねリードじゃないんですよね。またそこがちょっと複雑だったりしますよね。プロスペクトの情報とあとはセールスソースにあるリードの情報と取引先のデータがシームレスに同じところのあった方が AI として学習データが溜まっていくっていうふうに思ってたんですが、全然溝があってそこが連携もされてないし、意外と使い勝手悪いよねっていうのがあったんで、だったらもう変えようと思ってハブスポットにしたっていうのが経緯としてありますね。なるほどですね。なんか本当さっき言ったこうファミリー商品って言葉として出てますけど、結構そこに期待しちゃいますよね。そうなんですよ。僕たちはその一つのツールで全てのことを賄うっていう思想ではなく、いろんな IT ツールを連携させてって思ってるものの、連携させるのって手間かかっちゃうんですね。API で連携するときにエラーがどうしても出ちゃうのを一つ一つ消さなくちゃいけなくなるので、できないので、なのでなるべく一つのツール群にあった方がそれは思想としては正しいので、ただメリットがなかったらやらないよねっていう感じですね。いや多分ねこれ見られてる方結構多分いらっしゃると思うんですよね。なんかセールスフォース入れようとした時にどうせなら本当に多分使うだろうしっていうのでアカウントエンゲージメントにして結果的に多分そこに対する手間とかデータのこうクレンジングとかそこに時間かかっちゃうとなんか本末転倒な感じしますよね。今ね私から結構ギャラリー見えるんですけど大きくうなずいてる方いっぱいいらっしゃったんで、いや多分これ結構共感する方多いんじゃないかなと思います。でもハブスポットで行くぞって三杉さん決めてその時のある意味選択基準もさっきの UI がとかっていうところは多分評判ベースだったと思うんですけど、実際使ってみてとか入れる決意してみてなんか改めてその辺どうですか？やっぱり PDCA がすごい回しやすいなっていうのがあって、アカウントエンゲージメントってできることはたくさんあるんですけど、ちょっとやっぱりコーディングの知識が必要だったりとかデータベースの知識が必要だったりするので、ハブスポットそれいらないんですよね。UI の中で全部それが完結できるので、お買い物行くのに F1 回に乗ってるみたいな感じでちょっとタイヤをつけてもらわないと発信できないような感じなんですけど、ハブスポットはもう軽自動車に乗ってるような感じで目的地に行けるっていう手軽さがすごくあるので、いや別にアカウントエンゲージメントを否定するつもりもないですし、ユーザーにも別になんかその意思決定自体に否定はないんですけども、やっぱちょっとこうトゥーマッチなところはありますよね。実は多分触ってみて本当に使ってる機能どんぐらいあるんだっけっていうと、結構なんかそこは限定的なのかなとは思っちゃいますよね。そうですね、機能もそうなんですけど、三角さんがおっしゃってた人の問題がすごくあるなと思ってて、エンジニアとマーケターが2種類いるんですね。アカウントエンゲージメントをしっかり運用していくっていう観点でいうと、なのでトゥーマッチになりやすいのはエンジニアだけでやってる場合にはマーケの脳みそが足りないから使いこなせない、マーケの人だけがいる時にはエンジニアのリソースがないからできないっていうので、トゥーマッチすぎるっていうのができない。一方でハブスポットの悪いところで言うと、ハブスポットでマーケだけの人がやっちゃうとめっちゃデータが汚くなるっていうのはあって、前使ってた時はまさにうちそうだったんですけど、フローがめっちゃ多すぎてこれ使ってるんだっけ使ってないんだっけみたいなのが整理していかないと分かんない。なので設計書ってハブスポット結局いるよねみたいな話結構してるじゃないですか。あの状態になりやすいので、機能はたくさんあるし使いやすいけど、野良の人たちがずっと設定をしちゃうとハブスポットの中だけでカオスマップ作れちゃうになっちゃう。ハブスポットはね
触りやすいというか、誰でも触れちゃうのが、はい、やっぱり裏表がありますよね。いやそうですよね、まあ多分ここって多分本当にもちろん何を使うかはいろんな方の判断になると思いますし、そこの判断のプロセスもすごく重要だと思うんですけど、じゃあいざ使うとなった時のその設計とか、さらにそこの中にある思想の部分はすごく重要な部分かなと思いますけど、まあ多分そこは今私構築中って感じなんですよね。あとまあ良かったなと思うのは、ハブスポットにやってみてこれとりあえずやってみようかみたいなのが面白くて、例えばホームページにポップアップを出すみたいなのであったりとか、そのチャットボット最近やったじゃないですか。チャットボットにあらかじめ用意してるところとか、AI で用意してるところとかもあるので、それをとりあえずやってみようみたいなところをやりやすいので、なんかスタートアップとか、そのマーケを今1000人がいないからいろいろできないけど、ひとまず機能ベースでやってみようぜみたいなのはすごく回しやすくなったので、アカウントエンゲージメントの時はちょっとハードル高いというか、エンジニアね、業務委託か社内のリソースどっちかやらないとできなかった PDCA が早くできるようになったっていうのは良いことかなって思います。そうですね。いやアカウントエンゲージメントのいざ構築しようとした時、この設定やったらなんかもう本当全て爆発しちゃうんじゃないかぐらいのドキドキ感って多少あったと思うんですけど、ハブスポットはなんか一旦やってみようかとか、それこそなんかハブスポット AI すごく最近優秀なんで、こういう状況でこういう動きを挙動させたいとかっていうのをある意味こうライトに自然言語でこう相談するっていうのは結構やりやすくなったポイントなのかなとは思いますね。私もめっちゃ使ってます。そういえば、ハブスポットの設定でやっぱり AI と対話しながら設定を作っていくっていうのがやっぱりやりやすいですよね。いやぜひこれハブスポット使ってる方、画面の右上ぐらいなんか AI っぽいマークがあるんで、ありますね。そこを見ていただくか、サイドバーのエージェントのところとか見ていただくと結構なんかこれで使える機能というか気づきがたくさんあるんで、ぜひこれはなんか使ってみてほしい機能の一つですね。じゃあ、一旦アカウントエンゲージメントのところ話すと多分まだまだいっぱい話せそうなんですけど、ちょっとリードの管理とかっていう観点でサンサンのさっき名前があったんですが、先にちょっとそこをお話ししてもいいですか。サンサンを今まで使っていました。それをやめるかやめないか考えてやめようと思ってたけども結局使い続けるっていう意思決定をしたのが今だと思うんですけど、なんかそこの心情の変化とか聞いてもいいですか。まずですね、僕らはスピーダーを使うっていう意思決定をしてます。なので顧客情報をリッチ化するっていう観点だったら全然どこでもツールはやること同じなんでいいかなって思いました。あともう一つここ書いてないんですけど、スマートビスカっていうツールも使っているので、実は名刺を取り込むっていう観点だったらスマートビスカでもサンサンでも同じなんです。なのでサンサンじゃないといけないのが実はもうないんです。なので別にいらなくないっていう風になって解約をしようってしてました。結果値段もね、サンサンデータハブとセールソース連携してもそんな変わらなかったんですよ。使っても使わなくても。言い方悪いですけど、判断してもしなくてもいい金額感だったんですね。最終的にとどまった理由はニュースだけなんです。サンサンからニュースが毎回来るのと、あと営業電話をする時の検索をするのがわざわざセールスソースを開いて検索するのがめんどくさかったんですよ。ただパッて来た時にこの人って営業だっけなんだっけっていうのを検索する時にサンサンのアプリがパパっていつもやってたんです。なのでそこがめんどくさいなって、代替案を考える手間だったらサンサンに払った方が早いなって思って、携帯2個あって僕、プライベートと会社の携帯があって、会社の中にしか入れてないんですね、サンサンに。ただ創業して1年目の頃はプライベートの携帯でイコールだったんです、なので携帯番号は連絡先がこっちにも入ってるからデータ移行しなくちゃいけないとか、サンサンがなくなったらその毎回来るたんびに Google Chrome で検索してとか、セールソースのアプリを開いてっていうのがめんどくさいなと思って、だったらサンサンでいいなっていう感じですね。いやここすごく難しいですよね。私も名刺管理アプリ割とめちゃくちゃ調べまくったんですよね。でまず正直名刺管理するっていう観点で言うと本当どこも一緒かなと思ってます。究極言うとさっき言ったハブスポットの名刺取り込み機能とかもあるんですけど、細かいところで言うとそれが1枚だけしかできませんなのか、サンサンだと4枚まで写真撮影同時に行けますとか、10枚一気に行けますとか、これが多分スカイピースとかさっきね多分いろんなパターンがあると思うんで、これぜひね皆さん春休みの自由研究か季節的には夏休みの自由研究とかそういうのでやってほしいぐらいなんですよね。一
方で今大滝さん言った通り、その電話番号をどう管理するのかとか、電話来た時にどういうふうな挙動をするのかとか、この辺は結構重要なポイントで、かつこれが電話かける仕事の業務の人も多ければ受ける人が多いとかもあると思うんで、多分この辺は結構重要なポイントになるかなと思いますね。すごいビジネスチックな話ですけど、33って解約率めっちゃ低いんですよね。だから継続率が 99% ぐらいで、SaaS の中でめっちゃ素敵な状況なんですね。これって使ってるユーザー層が実はイケてるどんどん企業ではなく、超デガシーな企業が多いんですよ。33って、ゴルフとかもオーガスタやってるじゃないですか。あれに来るスポンサーとかの人たちもおじさまおばさま、もうすごい年齢が高い人たちが多いので、その人たちがいる企業が使ってるツールを僕たちも使ってるっていうのって観点で言うと、ビジネスライクにセールソースも33も使ってますよっていうとコミュニケーションのきっかけになる。ただそれが年間1回発生するだけでもこっちはいいなっていう感じです。まあもうだいぶビジネス上のなんかインフラになってる感じはするので、そこは一つありかもしれないですね。なんか実際33と他のツール連携させたりとかっていうのは今やられたりしますか？それこそスマートビスカは試してみて、機能的にはその名刺管理っていう観点だとやっぱ一緒ではあるんですよね。ただ例えばメールの署名欄にスマートビスカの URL を送って、それをあっちの方がスキャンしてくれた時のポコッと出てくるのが、33を使ってるユーザーだったらちょっとストレスがあるのかな、 UI が違うからみたいな観点とかもあるかもしれないですね。いや、オンライン名刺交換とかだいぶマーケット作った感じはあるので、まあ今の名刺を保管しているデータベース的なところと今後もやり取りする上では使い続けてもいいのかなとかっていうのは確かに観点としてあるかもしれないですね。あとリスクモンスターとの連携がうちやってるんですよ、セールスソースの中に。ただリスクモンスターも確かデータの東京商工リサーチのデータが使えなくなってるはずなんですよね。でスマートビスカ経由でリスクモンスターを使うっていうのを僕らとしては選択肢として取らないので、ヨシンとかっていうのは違うツールを検索するのでスマートビスカである必要もなくなってる。でも33にもリスクチェック評価っていう機能があるんですけど、あれもね機能してないんですね。そんなに性能が良くないので良くないなと思って、結果意外とただ名刺を取るみたいなところだったらどこでもよかったっていう意思決定ですね。まあちょっとこれは私からぜひ皆さんに、特に三杉さんとかにも今後やってほしいちょっと宿題的な話なんですけど、33って割とデータがたくさん保管されるとか、さっきのニュースがフレッシュな情報来るとかっていうのはポジティブなんですけど、ちょっとなんかデータ連携のところってなんかもう1歩2歩ぐらいあってもいいかなと思うんですよ。例えばZoom フォンのクラウド電話帳とかに自動連携されたら、さっきの大滝さんの電話来た時に誰からか一瞬で分かるみたいな、もうペインも解決できたりとか。めっちゃ言っていいですか今、めっちゃ回答しちゃうと、Zoom が API 開放してないんですよ。ですよね。それがこれ実はこの後にもつながるんですけど、Zoom フォンとか Zoom とかちょっとかゆいところに最近手が届いてない感もあるなと思ってて、なんか僕さっきのアンプトークの話とかだと、その連携があったんで結局はハブスポットかセールスフォースのコンタクトか取り先にあるやつがスラックを通じて着信通知が来るっていうのがあって、なんか迂回が今ちょっと起こっちゃってると思うんで、Zoom の皆さんなのかな、これは33の皆さん、何でもいいんですが、ちょっとその辺の使いやすい方法をぜひ教えていただければと思いますが、ちょっとこれはフライクでも研究してほしい領域なんで、ぜひやっていただきたいなと思います。はい、ということで今は、アカウントエンゲージメントと、あと33の話になりましたけど、じゃあこういったリード情報とかマーケの入ってきた情報みたいなところを、じゃあ次実際の商談に移っていってお話をするっていうので、アンプトークをやめる予定ということで、なんかこれ私は結構アンプトーク便利だなと思ってたんですけど、今この図を見ていると多分活動履歴に残らないようにするみたいなところが一つ今までの業務からするとある意味抜けちゃう部分なのかなと思ったんです。そこをあえてもうなくしてもいいなと思った理由とか背景って聞いてもいいですか？まず活動履歴が平文になっちゃうので、めっちゃ見づらいんですよね。あれ見ます？活動履歴。いやー見ないですね。活動履歴に文字起こしがってことですよね。ドバーっと入ってくる感じですよね。いやー見ないと思いますね。結局多分あれってさらに超さまった要約が入ってきたりとか、さっきちょっと大滝さん冒頭にあった通りセールスイネーブルメントっていう観点で、他の営業担当の人がどういう話を要点として伝えているのかっていうのを見たい
いっていう前提と、共有しなければいけないという前提があったら多分それだと思うんですけど、今回のフライクで言うとそれが特になくてもいいんじゃないかっていうのも一つ背景になる。そうですね。アンプトークでないといけない理由が正直なかったっていうのがあって、見たいのは動画の履歴。動画がちゃんとイネーブルメントっていう観点では見たいんですけど、アンプトークでフィラーの数とかっていうのを見る必要は実はなかったっていうのがあります。で、僕たちが一番重要視してたのは文字起こしなんですよね。我々って議事録をしっかりと提案資料に落とし込むっていうところも、提案資料と、あとはお客さんのそのプロジェクト、優勝プロジェクトのところの資料作りのインプットとなるデータとして見るっていうのがあるので、一言一句文字で今バーって書いてるんですけど、それ書きたくないなっていうのが大前提あって、その書けるようになったメンバーは打ち合わせの中に主人公として入ってほしいので、文字起こしのところは TLDV に任せたかったんですね。で、アンプトークでもそれはできてるんですけど、文字起こしがなるまでに僕たちの打ち合わせが2時間ぐらいあるので、同じ時間帯ぐらいかかっちゃうんですよ。となると、次の仕事までに違うことをやっとかなくちゃいけないので、頭のスイッチングコストがかかっちゃうんですね。でも TLDV は終わった瞬間1、2秒ぐらいで文字起こしがされて、それをノーションに食わせると、一言一句はきれいに整形されるので、あとは手直しをしたりとか、あとはそれをその資料化にするためのまとめにもすぐ取り掛かれるので、例えばここで打ち合わせが終わりました。多分5秒後ぐらいには三角さんは仕事がやり始める。そうですね。今まではちょっと何か別の予定入れとかないといけなかったんですよね。その文字起こしが反映されるまでの時間ってことですよね。そうです。いや、TLDV やっぱ優秀なのが速さと、あとその要約のなんかポイントも管理ページ見るといくつかあるんですよ。へえ、そうなんですね。セールスに関することとか、求人とかその採用面談に関することとか、プロダクトの紹介の要点要約ポイントみたいなのがあるんで、なんかその辺も結構使い分けるとよりいいかなと思うんですが、一方でNotion AI もめちゃくちゃいいですよね。そうですね。正直それって全文文字起こしされてると Notion AI でさらにそのさっきの TLDB でできるようなまとめ方の変化っていうところもつけられるんで、結果的になんかNotionに貯めておくことによってさらにその後資料にしやすいとか、加工しやすいとかっていうのが、ある意味実現できるし、それでいいかなって思ったのと、あとクイップがなくなるからっていう。そうなんです。で、お客さんに共有するときに、これまでバックログにお客さんに共有してたんですけど、でバックログで指摘をしてもらったらもう一回クイップを開いて変更していったりとか、資料修正していったりしてたんです。めっちゃめんどくさかったですよね、あれね。それをやめようと思ってお客さんに Notion の URL も渡してしまってるんですよ。その優勝のプロジェクトの時には Notion の管理ページと細かいページを分けて送っているので、その議事録の内容を社内のレビューが終わったら Notion の URL をお客さんの方のページの方に反映をして、でお客さんがコメントしてもらったのを直接そこで修正をするっていうことをやってるんですよ。なのでバックログをお客さんは見なくてよくなって、タスク管理の方をやってもらってますけど、議事録で見るときには Notion の中でやってくれるので、僕たちも作業しやすいし、お客さんもそれがどう反映されたかっていうのが分かりやすくなるので、すごく分かりやすくなったっていう観点だったら、クイップでわざわざ共有して、クイップの内容をスラックに貼るとかバックログに貼るっていうのはなくなったのは、我々の効率化でもあるし、お客さん側のそのワンクッション知らないツールを挟まなくていいっていうのは楽ですよね。そうですよね。いわゆるそのクイップとかっていうのはもう今多分もうなくなることがもう予定されているので、今お使いの方は早々に多分違う何かを多分検討しなきゃいけないと思うんですけど、その時多分Notion第一選択になるんじゃないですかね。いやもう確実ですよね。であと最近だと、さっき大竹さんが言ったお客様と共有するっていう観点で権限周りすごく優秀だと思うんですよね。すごくある意味ライトにとはいえなんか大きな事故なく共有できるっていうのもNotionの一つかなと思いますし、あとデジタルセールスルームって言ってお客様と共有で何かプロジェクトを進めるときに共有しやすくなるっていうところがあると思うんで、ここをぜひ皆さんなんかNotion第一選択として十分かなと思いますね。あとNotionもすっごいスピードでブラッシュアップされてるので、AI もそうですし、連携側の方Notion AI がちょっと前のめりちゃったけど、いいですよ、来てください。Notion AI が最近すごいなと思ったのが、うちのシステム連携組み立てていうとボックスのデータを見に行ってくれるようになってるんですよね。例えばNotionを私のメールアドレスでちゃんとログイン ID 発行していたら、ボックスも同じ ID だったら私の権限で見ることができるんです。なので例えば三角さんのメールアドレスでNotionからボックスの AI を叩いていっても、全てのルートフォルダから全部見るわけではなく、三角さんが見ているフォルダしかボックスでは見てこないっていうのがあるので、Notion側の AI のデータの精度っていうのも上がっていって
っているので、すごく便利だなと思ってて。三角さんなんかノーションでよく使ってる機能とか好きな機能とかあります？最初それこそ AI ノートテイカー、あれはすごい便利だなと思って使ってましたね。ただ私たちの打ち合わせで2時間あるんですよ。なので2時間 AI ノートテイカーを走らせ続けると、後半かなり重くなるんですよね。ノーションがちょっと疲れてますよね。そうなんです。なので長い打ち合わせに関してはやっぱり TLDB が出てくるっていうのが一番いいのかなと思ってますね。そうですね。もちろんTLDB とノーションの連携もすごく優秀だと思いますし、最近ノーション側もなんか AI がたくさん出て、皆さんどうかわかんないですけど、ノーションってアップデートしたらノーションの CEO からメール来ません？こういう機能アップデートしましたよみたいなのがメルマガライクで、多分ねこれ設定の問題だと思うんですけど、最初はなんか鬱陶しいメルマガだと思ってたんですけど、なんかノーション CEO から来て、かつ割と中身も面白いアップデートがいっぱいあるんで、なんか毎回ちょっとウキウキしながら見ちゃうんですけど、ぜひそれぐらいはノーションって進化がすごく激しい、いい意味で進化し続けているものだと思うんで、なんかぜひここは使い続けてほしいポイントですよね。なんかじゃあ今日は多分その辞める選択をしたって話だったと思うんですけど、一方でなんかちゃんとこう意思を持ってこれにするんだぞ、寄せていくんだぞっていうのもあったと思うんで、なんかすごく私としては勉強になるというか、実際こういった見られてる方にも共感いただける内容非常に多かったんじゃないかなと思うんですけど、なんか三角さん多分今後も多分こういったツールの選定とかし直しとか、改めてこう立ち止まってこれって本当に使うんだっけとかっていうシーンたくさん多分考えられてくると思うんですけど、なんかそういったところも含めて今後さらにこのシステム連携組み立て図でやっていきたいこととか、もしくは同じような悩み抱えてる視聴者の方にもなんかぜひいい一言いい一言今日話に出たノーションだったりとか DLDV とか、そういったツール、ハブスポットとかもそうですけど、結構個別にはこう入れられてる企業さんって結構多いんじゃないかなと思うんですけど、これが全てこうシームレスに連携しているっていうところが、ツールの一つ一つの情報がサイロ化せずに業務の中でこうシームレスにつながった状態で業務が進めていけるというようなところ、ちょっとごめんなさい、全然まとまってないいけそうな気がしたんですけど、すいません。今カットしないでしょ。カットしないこのグダグダも。じゃあそれを最後に柳生 AI がまとめるとですねデータ連携とあとはシステム連携すごく重要だと思ってます。単独でもはや使うツールって正直あんまないかなと思うんですけど、このデータ連携とあとはその業務の連携っていうところ、ここをしっかり考えた時に何が一番いいんだろうかとか、あと最近AI もありますけど、人間の手が入るポイントってもうワンクリックタイルで見ていただくと結構手間になってる部分とか、それゆえにやらないとか使わないってことが結構起こっちゃうと、これ入れた人がもう先般扱いになってしまうと思うんで、ぜひなんか全体最適と部分最適っていうところをしっかりこう俯瞰しながら選んでいただいて、場合によってはやめる意思決定も重要だと思いますし、ぜひその辺考えながら使っていただければと思います。ということでいいですかね。素敵。はい、素敵ですよね。柳生 AI もなかなか精度高いと思いますので、ということで今日はこれぐらいにしておきましょうかね。エンディングがあるんですよ。エンディングあった。エンディング。エンディング。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。皆さん忘れずにチャンネル登録といいねボタンと、あとコメントがね。コメントね。コメントが欲しいんすよね。柳生さんの司会良かったよとか、そうですね。三角さんの滑舌良くなってるよとか、大竹さん髪切りたてだねとか。皆さんコメントお待ちしてるので、よろしくお願いします。では次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。